返りたくない。もう多分あんま見ないと思う、このバトル俺。取るとあくびが出る癖があるな、多分。前回の続きでレッドブル BC12025 ワールドファイナルの振り返りということで、トップ4ファイナルの2つのバトルを振り返ってください。これ別に僕しげくんの入場とか見てなくて、いやみんなから真似てるって言われたんですけど、俺しげくんの入場とか見てなくて、で僕ゆっくり歩いてたじゃないですか。普通に疲れてたからステージに行きたくなくてゆっくり歩いてたんですよ。いや普通に疲れたから、バトルまだ始まってほしくなくてゆっくり歩いてたら、なんかすごい対照的にこうゆっくり歩いてるみたいな感じになって、すごいなんか噛み合ってたので、入場が。逆に8戦もやってたら、いざバトルの時はなんかもういつも通りなバトルの感覚はちょっとあったかな。でももうこんなトップ4でもう絶対取りこぼしたくないから、まあ向こうも一緒だけど、やっぱちょっと難しかったのが、やっぱこれこそアミールからアイシャイビス行って結構自分ではこうノリに乗ってる感があって、けどそのノリに乗ってるまま、ただそのままノリのまま行くんじゃなくて、ちゃんと地に足つけて冷静になってどうやったら勝てるかっていう戦略ちゃんと組んで、まあ、もう結構すでに組み終わってきてたからあんま考えてないけど、本当にサードラウンドどんだけ足がちぎれても踊るっていう、なんかその強く気持ちを準備したまま踊らないと、いざ疲れた時にそこでこう動けんのかじゃなくて、来た時に「はい待ってました、行くぞこの次」みたいなメンタルでいけたから、これもすっごいきつかったけど乗り越えた。本当にありがたいです。でこれはもうトップ4は先行後攻決まってなかったから、まあ、できる限り先行出てもらおうと思ったけど、もうシエ君と目合わせた時に絶対先行出ないなっていうのをもうどんだけ待っても多分出ないだろうなって思ったから。でもそうやって相手に目で思わせれるのもすごいですよね。絶対に出ないよっていう。まあほとんど先行後攻決まってます。僕はあんま好きじゃないですけどね。実際めっちゃ時間経ってから出るの。もう先行出るならもうパパッと本当は出たいんですけど、まあ本当はもうちょい待とうと思ったんですけど、僕はあんま作るの嫌で、なんかちょっとこうダサい、バトル始まってるのにどっちも出ないって嫌だ。それはバトルとしてなんか俺はすごい嫌だから、俺はあんま好きじゃないですよね。はい。本当は曲始まった先行出るなら本当はもう曲始まった瞬間出たい。これもしねちょっとクラッシュした。まあ綺麗に決まったけどリカバリーで。結構使い方好きだな、股間入れ替えの。このネタ股間入れ替えっていうやつ。
つも通りです。まあちゃんと強い、まあ、それで言うとシゲックもリー戦で結構ちゃんと強いの使ってたし、まあ、まだネタがあるのは知ってたけど、まあけどちょっとまあちゃんと自分の方がそのファーストバトルセカンドラウンドセカンドバトルからの流れで自分の方がまだ違うものを見せれてる自信があったから、まあ、だからそこはだからそれこそ本当にしげ君にはない強みを本当にそこだけを僕は存分に出してで別に短く終わってもいいと僕は思っててこのバトルはもう違うとこで見せて勝つっていうふうに思ってたから、まあ、結構ちゃんと流れもいいなと思ったですファーストラウンドで最後股間入れ替えというネタのやつも本当はアミール戦に入れようとしたんですよ。アミール戦の一番最後にサードラウンド一番最後に入れる予定だったんですけどもう疲れて無理だったっていうのもあるしもうこれはもう入れなくてももう勝ったっていうもう最後の最後だからっていうだから思ってその時に使わなかったのをこっちに持ってこれたんですよ。だからそれもまあなんかこう運が良かったなと思ってます。その最後にこういう風に使えて。でこっからもうネタぶっ飛びの変な終わり。この時は焦った。でももう多分考えてフットワークしたら疲れるからもう終わろうと思ってもう何にも思い出せなかったからけどこうやってネタ飛んでも潔く終われる気持ちの余裕があったからすごいまだ次に切り替えれたっていうのがあってそう本当にネタ飛んだもん全部飛んだ決勝戦に持ってったサードラウンドはもう決めてたからまあ本当にセカンドラウンドはネタ飛びすぎやりすぎマジおいって思うぐらい飛びすぎまあその分パワーでちゃんと自分のお気に入りのドロップのパワーをとその後のパワーまではつなげれてたからよかったけどだからまあその違いという観点においてはちゃんと違いだけ見せてネタは見せれず帰ってたみたいな感じはあったかな。まあでも本当にその分潔くもうこれ以上フットワークして考えても疲れたけどもう終わろうってなってすっごいここ最近で一番普通の終わり方してっていうイメージかなセカンドラウンドは。でも基本的体力がある人とのバトルは、まあ、これちょっと手の内明かすみたいになるけどセカンドラウンドはあんまりもう強くしない。でスポーツブレイキンとかはもう正直もうラウンドごとにもう結果がつくからもうワンツー取るかワンスリー取るのかもうその体力次第だけどこういうやっぱバトルって結局一番最後にインパクトやっぱ人間だからやっぱ一番最後のインパクトが一番忘れられないと思うしだからセカンドラウンドワンツーでぶちかますんだったらちょっときついけどワンやってツーは普通でスリーラウンドでぶちかますでやった方が好き。やっぱもうそこはもうちゃんと勝ちに行くためにはスリーラウンド目でちゃんとかましてもうツーラウンド目を忘れさせるっていうで感覚にワンスリー良かったなじゃああれかみたいなワンツー良かったスリーぐちゃぐちゃでスリーラウンドだけもう言ってしまえばワンツーかまさなくてスリーだけぶちかますのも一番いいんですよっていうのもあるかな。だからもうスリーラウンドですぐこのアクロ前に俺お父さんと目が合ったの多分俺お父さんが見えたよすごいその瞬間は頑張れたと思うけど今思うとすっごい気持ち悪いお父さんがこうでやってた
珍しいよね。もうやっぱ湧くな湧くなと思ってた。だから俺も脱ごうとしたけどやめた。コミカルに脱ぐのをやめたっす。まあ3ラウンド目はもう僕も短かったけど、もうちゃんと自分のインパクトムーブで綺麗に決めたから、もうちょっと入れたかったけど、もうあの時の体力やったらもう 100% 出したし、でもこうやっぱ一番のモーションはやっぱアクロバット入る前に後ろパッて振り向いたらお父さんが見えたことがちょっと、いいか悪いか置いといて記憶に残ったな。ちょっとみんなにコメント欄で教えてほしいです。バトル中に家族が見えるのがいいのか悪いのか。僕はちょっとこうバトル中に家族を見ると緊張しちゃうから、緊張しちゃうという僕がいる。友達とか。いやそうできる限りなんかあんま知ってる人が見える。そう知ってる人が見たくない。踊ってる最中にその人とのやっぱ関係値が深ければ深いほどバトル中にその人との蘇るあれが強いからネタ飛んじゃう。まあでも5対0。でも結果は分かんなかったです。実際もうこれが何対何なのか、ただ自分が勝ってると信じて自分が勝ってるかも分かってなかったから、正直しげくんはちゃんと長く見したけど俺の方がインパクトのあるムーブしてたから、どっちだろうみたいな感じはあったな。すごいね。一つの同じグループ。なんか不思議な感覚で待ってたのが後ろでは、俺これからハルトとバトルするのかと思いながら、なんかしたくないけどでももうここを通らないと優勝ないしなと思って。強くないけどネタは残ってたって感じ。実際シー君と飛んだネタとかも入れたし、やっぱこの時でも純一さんの顔とか見てたらちょっとテンション上がったっすね。後ろでみんな湧いてくれたし。表情変えないよね。普段明るいから緊張した時の表情が分かる。そういうポーカーフェイスだけどあんま分かんない。俺は結構分かるんですけど、やっぱいつもいるからそうハルトのがあんま表情変えないから。いや思い出せないな。2人で頑張ろうって言ってるだけ。もうあんま勝ち負けにもうこだわってなかったですね。もうハルトだったし勝ちたいけども結果ももうあとやることやって、もうそれの次第だなと思って。だから一番びっくりしたのはいつも練習でやって疲れてかける時にハルトとかける曲が流れたから、だからハルトも先行出ようとしてるし。ちょっとファーストラウンド走って出たせいで疲れたんですよ俺。
いつもだったら多分俺がチームじゃなかったらなんかめっちゃジェスチャーするけど、今回は盛り上げるジェスチャーした。でもネタ残ってるなーってめっちゃ思ったな。まあでも、俺のムーブもすごい綺麗に決まってるし、ハルトもなんかハルトのネタを綺麗に決めてるから、もうマジでどっちか分かんないな。なんか唯一強いて言うと、曲がかかった瞬間バッて出て、あの瞬間譲らないみたいな、それがまあちょっとこういい方向に走ったのか分かんないけど、まあでも僕も綺麗にネタは新ネタとかもちょっと入ってたけど決まってるから難しいな。でもあんまもうなんだろうな、あんま何も考えずにもう楽しんで踊ろうっていう感覚の方が強かったから、まあでも本当に俺も超楽しんで踊ってるなって感覚です。曲も難しいなこれ。意外とやっぱこういう BC1 の決勝でかかるこういう曲かかるとテンション上がるけど、普段実際この曲流れた時にテンション上がるかっていうとちょっとクラシックすぎて俺なんかこれだよってなるけど、この時はテンション上がってたの。お相撲ネタもう決勝戦にしかしないって決めてたっす。決勝戦とかじゃないとこういうネタは多分あんま受け入れられないと思ってたから。この足持ったからウィーンってやった瞬間、このネタあんのかよまだってめっちゃ思ったな。めっちゃ強いやんけと思って。そうまあでも僕は嬉しいなとも思うんですよ。この2ラウンド目のネタとかはできた当初はこれ強ネタに入れてたから、でもこれより強いネタが今めっちゃできて、もう決勝戦のネタなくなった時用にまで回ったから、なんか本当にちょっとこう嬉しいなって思うところはあるな。でまあもう本当にもうこれにかけたお相撲ネタ、もともと相撲ネタあって結構前から、でもちょうど両国だしこれはいいぞと思って、でもちゃんと音にもはまったし、ちゃんとみんな分かってたね。相撲っていうのが分かってた。だから結構キャラネタ作るの好きで、アイシャイビスの時も2ラウンド目ボクシングフリーズやったけど、やっぱああいうコミカルさは俺はすごい好きだから、どんどんなんかああいうなんかキャラを混ぜたネタは作っていきたいなと思うの今後。ラストな、俺この時も足なかったからな、疲れてても足に石ついてんじゃないかっていうぐらい面白かったね。疲れて音聞いてる風だけど顔無だもん、疲れすぎて。ここからね、ここら辺ね。でも次の音で前に飛んだら終わり、行くぞ飛んだったらもうハルトも飛んできた。助けられた部分もあるかもしれないね。可能性はあるかも。いやそうだからそれがちょっとどうなんだろうと思って、この内容自体には別に内容はないから、前に飛んでるだけだからハルトも飛んでくれたおかげでちょっとこう強く俺が強いネタしたみたいに。このエアチャーもなすごかったな。まあ難しいな。ハルトとこうやって振り返るけどやっぱ振り返りたくないもん。もう多分あんま見ないと思うこのバトルは俺、今後も。まあけどその勝敗の決まらないバトルと思えば見れるけど、
やっぱこれにバトルが勝敗が決まるってなると、やっぱ俺もあんま見たくないな今後は。まあけど、ああやって自分の猫がこうなんやろ、もう僕とハルトしかできないわけじゃないですか。そうだね。そうほとんどの確率で、誰もやってくるとか何をやってくるか分かるとは思えないから。けどやっぱそうやってこう見てる人があれがすごく感動したって思えるモーメントの一つだったのなら、なんか、勝てたから言えるのかもだけど、すごいなんかやる意味価値のあるバトルだなって。実際すごくやってよかったと思うけど、でも全部通してなんかすごい楽しんでたさ。あともうちょっとネタを飛ぶのをもうちょっとこう、そこはまだまだやなと思ったっす。ちゃんと3ラウンド目とかなんとかなったけど、なんとかなってなかった場合ネタ飛んだせいになったから、結局実際決勝も3ラウンド目も俺振ったわけでネタ飛んだし、4つぐらいあったんですけど小ネタとか何も思い浮かばなかったから、もう最後の前に飛ぶ猫しか思い浮かばなかったから。フリースタイルでこなすところもブレイキンの一つの面白みだし。けどなんかもうちょっとこう逆に言うとまだまだブラッシュアップできるとこあるから、ちょっとこれからも来月世界選手権だから、それに向けて今回の BC1 をこう参考にしてもっといいダンスができるようにねします。ありがとうございます。以上でした。また感想を皆さんコメント欄で教えてください。